ミルトンチャンネルです。今日はブルーティーさんから新発売になるポータブル電源をお借りできたので、那須塩原で初めてのスノボ車中泊に行ってきました。その伺った先がこちら。今回はスノボも楽しみつつ、ブルーティー純正シガーソケットの 2.5 倍の電力で充電できる私の我流の走行充電も試せてめっちゃ楽しかったです。今回ブルーティーさんから新製品が発売されるとのことでデモ機をお借りしました。ブルーティー AC60 です。内容物は AC60 本体、 1.8 メートルの AC 充電ケーブル、長さ72センチのシガーソケット充電ケーブル、 MC4 ソーラー充電ケーブル、そして取扱説明書と製品保証書になります。この製品は横約29センチ、縦約 20.5 センチ、高さ 23.4 センチ。バッテリーセルには安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセルが使われていて、重さは約 8.6kg なので片手でもギリギリ持てる重さです。バッテリー容量は 403Wh、 403W の電化製品が1時間使える電力になっています。 AC60 の前面をチェックしていきます。まず一番上のポート、こちらはシガーソケット端子が入れられるポートになっていて、 12V 10A の製品が使えるようになっています。続いてこの3つの USB ポート、一番上が USB Type-C、 こちらは 100W まで使えるので、パワーデリバリー機能があればパソコンの充電もこのポートからできるようになります。続いてこの下の2つ USB Type-A 5V 3A 最大 15W まで電力が使えるようになっています。そしてこの前面の AC ポート、こちらはさせる電源が2つとやや少なめではありますが、 100V 600W までの家電がこの部分で使えるようになっています。そしてバッテリー上部では携帯のワイヤレス充電機能があって、こちらは 15W までの出力で充電が可能になっています。続いて向かって右側面、まず右側、こちらは AC 充電ポートになっています。続いてこの部分 DC 入力、こちらは 12V から 28V で 8A の入力です。このポートは DC7909 ポートになっています。続いてこの真ん中の AC インプットフューズ、こちらはこの部分に T10AH125VAC というフューズが仕込まれているようです。続いてこの下のこの部分はグラウンディングポールと書いてありまして、おそらくアースを取る場所ではないかなと思っています。続いて背面、こちらはライトが仕込まれていて SOS 点滅もできるようになっています。そして今回の AC60 の大きな特徴である拡張バッテリーが仕込めるようになっていて、ポート1とポート2、2箇所に拡張バッテリーを仕込めるようになっているようです。今手元にこの2箇所につなぐ拡張バッテリーはないのですが、実際にはこのような形でバッテリーを拡張できるようになっていて、このブルーティーの B80 という拡張バッテリーを使うと容量 806Wh リン酸鉄リチウムイオンのバッテリーが2台までつなげられるようになっているようです。実際にブルーティー AC60 の電源を入れてみます。液晶パネルは向かって左側が入力インプット、向かって右側が出力アウトプットになります。バッテリーの残量も 1% 単位で表示されるので、こういったところも好感が持てます。このブルーティー AC60 は Bluetooth 接続で細かく設定を管理できるようになっているので、 Bluetooth 接続してみます。この Bluetooth の機能はこのように離れたところから AC ボタンや DC 電源が入れられるようになるので、こういった面ではかなり便利です。ブルーティー AC60 の Bluetooth 機能について詳しく設定を見ていきます。この充電モードとなっているところを押すと、画面のように標準、静音、高速という風に選べるようになっていて、標準モードは 268W、2時間でフル充電になるようです。またこの DC エコモードや AC エコモードを押すと、それぞれ省エネモードになり、 AC 出力が 10W 以下を4時間経過すると自動的に電源がオフになり、
DC 出力の場合は 1W 以下が4時間続くと自動的に DC 出力がオフになるようです。今現在バッテリー残量が 18% なので、これがどのぐらいの時間で充電がたまるか検証してみます。バッテリーの充電は高速モードで試してみます。充電を開始します。高速充電モードで約 550W で充電されています。ちなみに標準モードでは 256W、 静音モードでは 157W で充電しています。充電開始から58分13秒でバッテリーが 100% まで充電されました。充電の速度も変更できますので、これはかなり速いと言えます。今回新しい調理器具を導入してみることにしました。サンコーの2段式超高速弁当箱炊飯器です。内容物は2段式弁当箱炊飯器本体、取扱説明書、収納ポーチ。この弁当箱炊飯器の中にはさらにパーツが入っています。上蓋、最大1合まで測れる米の計量カップ、おかずトレイ、中蓋、電源ケーブル、そして炊飯釜になっています。この部分は防水キャップ付きの炊飯釜になっていて、この横の部分にパッキンが仕込まれているんですが、この内蓋は外れないような仕組みになっています。この部分はシリコン製でできているようです。ちなみにこの上蓋の上部にもパッキンが仕込まれているんですが、上蓋の2箇所には蒸気穴が開いているので、汁気のあるものをこのように挟んで固定して持ち運ぶと、おそらくこの部分から汁が漏れてくるので、そういった使い方はできなそうです。この製品はご飯とおかずが同時で15分で調理できる、節電もできるアイテムのようです。サイズも 24cm×10cm×11cm なので、かなりコンパクトで車中泊でもとても使いやすそうです。定格消費電力も 185W なので、かなり小型のポータブル電源でも使うことができます。また洗い物が少なく、しゃもじを使わずに炊飯器からそのまま食べられるので洗い物が楽で、本体は防水設計で水洗いができるようになっているようです。この製品はご飯炊きと同時に蒸し料理ができたり、レトルト食品を温めたり、このようなコンパクトな作りにもかかわらず、かなり車中泊に向いてそうな一品だと思いました。この2つの製品を使うため車中泊に向かいます。今回はまだ一度も挑戦したことのないスノボ車中泊をやってみたくて、都内での仕事上がりに雪山に向かいました。今回私が伺ったのは那須塩原にあるハンターマウンテン。都内からでも3時間程度でスキー場に到着でき、私が伺った3月上旬でも140センチ以上の雪があったので、初めてのスノボ体験はこちらでトライすることにしました。はい、現在の時刻は3時15分。車内の気温は 17.1 度。ずっと車を運転してきてたので、結構車の中は暖かいんですが、さっきちょっと外に出てみたらかなり寒かったです。おそらく氷点下はいってると思います。この日のゲレンデの最低気温はマイナス6度でした。それでこのまま寝ていると確実に寒くなると思うので、AC60 を使って FF ヒーターを動かしたいと思います。バッテリーは 100% まで充電が溜まっています。シガーソケットから電源を取って FF ヒーターを動かします。電気が使えるようになりました。仕事の疲れもあって朝まで爆睡してしまいました。時刻は10時24分。車内の気温は 17.8 度。昨夜 FF ヒーターを回して寝たんですけれども、バッテリーの残量が 67% まで減りました。今暖かいので FF ヒーターは切っているんですけども、 FF ヒーターのおかげで快適に眠れました。ちなみに外の景色はこんな感じになっています。もうシーズンオフがかなり近くて、雪が溶けているような状態ですね。さっきゲレンデの方をちらっと見たんですけども、ゲレンデにはまだ雪が残っているような感じでした。ゲレンデの方は見えないですね。もうシーズンオフなんで駐車場にはほとんど雪も積もっていません。今日の朝ごはんはサンコーの弁当箱炊飯器を使って調理をしていきます。お米も 0.5 合測って持ってきています。まずはお米を洗って
れは米の量も水の量もこの中に入っている計量カップで測れるようになっているので、水を 120ml 入れていきます。今日は和食を食べたかったので、サバの味噌煮ときんぴらごぼうをこの炊飯器弁当箱の上で温めます。中蓋を乗せ、おかずトレイも乗せていきます。このおかずトレイはなるべく洗い物を減らしたいので、アルミホイルを使うことにしました。炊飯器が炊き始めました。炊飯が始まるとこの部分が赤色に点滅し、ご飯が炊き上がるとこの部分が緑色になって保温状態になるそうです。15分から20分程度でご飯が炊き上がるようですが、時間がもったいないのでインスタントの味噌汁を作ります。お湯を沸かすのはこのポータブル電気ケトルで沸かします。水の量は 150ml です。こちらの電気ケトルの消費電力は300W なので、炊飯器と2台同時で使っても使えると思います。現在の炊飯器の消費ワット数は 180W。 電気ケトルも接続していきます。2つの家電の消費電力が 406W までになりました。まだまだ全然使えます。蒸気穴を開けるのを忘れてました。お湯が沸き始めました。かなりいい感じに沸騰しているようです。お湯が沸き上がったので、一旦この中に保温して置いておきます。炊飯器と電気ケトルの蒸気でバックドアが結露してきました。炊飯器が炊き上がり、この LED の色が緑色に変わりました。バッテリーの消費量は 33W。 保温状態だと 33W ほど電力を消費するようです。熱っ。あちちちち、あち。あちあち。いい感じに炊けてますね。炊きたてのご飯でカニの穴もできてて美味しそうです。いただきます。うん。ごちそうさまでした。炊きたてのご飯と熱々のおかずでめっちゃ美味しかったです。この炊飯部分は少し水につけ置きしてないと取れないと思うので、水でつけ置きしておきます。はい、この炊飯器の方なんですけど、15分ほどつけ置きしてたら問題なくお米が取れましたので、車中泊で使うのもそこまで大変でないかもしれないです。はい、ブルーティーの AC60 なんですけれども、現在バッテリーの残量が 45% あります。で、この純正のケーブルと屋根の上に積んでいるソーラーパネルを使って AC60 に充電してみたいと思います。で、充電のポートはここなので、ここにつないでいきます。13時18分。
で、現在のワット数なんですが57ワット発電されています。冬の発電量としては結構多い方だと思います。撮影をしていて昼過ぎになってしまいましたが、レンタルボートを借りてスノボをしてみます。スノボの履き方はレンタルショップで教わりました。実は昔スケボーの経験があり、そこそこ滑れたのでスノボ初体験でも滑れるような気がしているのですが、とにかく楽しみでリフトに乗っています。ハンターマウンテンは超初心者のコースもあるので、まずはそこで慣れることにしました。だんだん慣れてきたので初心者用のゲレンデに出てみます。ちょっとずつ慣れて滑れるようになってきました。楽しすぎる。転んでも痛くないということが分かってきたので、中級者用のコースに向かってみます。怖っ。初めての中級者用の傾斜でかなりビビりながら滑りました。怖かった。一番上の坂のとこすげえ怖かったっす。かなり楽しかったのでまた来たいと思います。スノボ中にソーラー充電をしていたので AC60 のバッテリー残量をチェックします。 AC60 のバッテリー残量なんですけど 68% までバッテリーが増えました。そしてまだ 5W ほど発電しています。これなら普通にシガーソケットの充電だけでも帰り道で全部充電できてしまいそうです。このブルーティーの AC60 なんですけども、現在 68% までバッテリーの残量があります。それで普通にこの純正のシガーソケット端子から充電するやり方で充電してもいいんですけれども、今回車のバッテリーに 400W のインバーターを仕込んでまして、ここから電源を取ってこちらに充電をしたいと思います。このインバーターの取り付け方法は次の通りです。ポータブル電源の充電に使うのは大橋産業の純正弦波 400W インバーターです。こちらはプラス極とマイナス極にそれぞれケーブルを仕込んであり、プラス極の部分にはもともと 30A のヒューズ付きのケーブルを仕込んでいます。このインバーターでは 400W までの充電が可能になっているので、ポータブル電源の充電も 400W まででしたら充電できるようになっています。私の車は走行充電器で最大 500W まで、アベレージでも 350W ほど充電しても何の問題もありませんので、 400W のインバーターを使って充電をしていきたいと思います。このインバーターの設置はとても簡単で、このプラスとマイナスのケーブルを助手席の下にあるこのバッテリーのプラス極とマイナス極にケーブルを仕込んでいくだけです。この純正弦波インバーターのケーブルはこの座席下のこのゴムのクニクニしたところから仕込みます。まず座面をこのように倒し、そうするとこの部分に隙間ができますので、この隙間の部分からケーブルを通していきます。このようにケーブルを引き込みました。安全のためにこのプラス極とマイナス極のバッテリーがつながっているケーブルをまず一旦全て外します。外し方の手順はマイナス極から外して、その後にプラス極を外していきます。ではマイナス極を外します。マイナス極が外れました。続いてこのプラス極を外していきます。でこの作業ちょっと私何度もやってて油断してるんですけども、本来は絶縁製の軍手ですとかそういったものでも構わないそうなので、手袋をつけて作業した方がいいそうです。次にこの取り外したプラス極のこのナットの部分に先ほど引き込んだプラス極のケーブルを接続していきます。丸型端子をこの部分にかまし、ナットで蓋をするようなイメージです。丸型端子の穴が大きめのものを使っているんですが、もう少し小さくてジャストサイズのものを使われた方が本来は安全です。上から蓋をしていきます。このように仮止めできたら再度このプラス極につないでいきます。プラス極を締め上げていきます。がっちり止まるまで固定してください。こういったところが緩んでしまうとエンジンが突然停止したりしますので、この部分はきっちり締め上げていただくのがよろしいかと思います。はい、次にマイナス極にも同様に接続をしていきます。このナットで蓋をするようなイメージです。
ある程度仮止まったらマイナス極にこの端子をつけていきます。このバッテリーに接続する際にたまにパチッといったりするので、このようなゴム製の手袋をつけていただいてもよろしいかと思います。あ、パチって言いましたね。ちょっと火花は見えなかったんですけどパチって言いました。ではこの部分もボルトできっちり固定していきます。はい、これで動くこともないので完了です。このプラス極にしてもマイナス極にしてもバッテリーからこの端子が外れることがないようきっちり締め上げてください。たまに定期点検でこういったところをネジが緩んでないかっていうのをチェックしていただくとよろしいかと思います。こういったところのネジが緩んだことによって火花が散ったり、あとはエンジンが停止したりすることもありますので、こういったところはきっちり定期点検で締め上げることをお勧めします。でこのように取り付けたインバーターなんですけれども、今これは電源がオフになっている状態なんですが、電源をオンにするときは必ず車のエンジンを回している状態でオンにするようにしてください。でないとこのままオンにしたままの状態で放置してしまうと車が必ずバッテリー上がりを起こしますので、そういった点はご注意ください。でこの充電のモードを Bluetooth のこの歯車マークを押して充電モードを今高速という風になっているんですけども、これを標準に変更します。そうするとこれで最大 248W の充電がこの 400W インバーターから AC60 に充電が流れるようになってますので、今回はそのやり方で充電をしてみたいと思います。この純正のシガーソケットだとおそらく 100W 程度しか発電しないので、約 2.5 倍の電力で充電が可能になります。でこのインバーターのスイッチは今入れてしまうと車のバッテリーが上がってしまうので、車のエンジンをつけてからこのスイッチを入れます。はい、ではエンジンがかかったのでインバーターの電源を入れます。今現在 257W で充電されています。かなりいい感じですね。おそらくすぐに充電が溜まると思います。念のためどれぐらいで充電が溜まるか時間を計測しておきます。スタートは 69% からです。はい、今ちょっとコンビニに休憩に来てるんですけど、バッテリーの残量が 96% まで溜まりました。29分で 30% 近くバッテリーが溜まってますので、かなり早いと思います。そしてエンジンを切る前に必ずこのインバーターの電源を切って、そしてエンジンを切ります。この後車の走行充電で最終的にバッテリー残量が 99% になると充電電力が 120W 程度まで落ち、 100% の充電になるまでに39分で充電を完了しました。これはこれまでのブルーティーの純正のシガーソケットからの充電では出せなかった充電時間なので、この AC60 の充電時間はかなり早いと言えます。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。